どうもどうも、ずんだもんです。今日も元気にパラオのニュースをお届けするのだ。パラオって聞くと、美しい海と楽園をイメージする人が多いと思うのだ。でも実は、パラオって、なんと世界で最初に、サメを保護する法律を作った国らしいのだ。意外でしょ？今日はそんな魅力的なパラオのニュースを、全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュースなのだ。ビップス2026年度予算案で元大統領への終身手当を提案という記事なのだ。パラオのホイップス大統領が元大統領への終身手当を提案したっていうんだから驚きなのだ。一体どんな内容なのか一緒に見ていくのだ。みんなはパラオって国を知ってるかな？西太平洋に浮かぶ美しい島々からなる国なのだ。首都は少し言いにくいけどンゲルルムットって言うんだ。人口はなんと約1万8000人。とっても小さな国なんだよ。パラオの歴史はちょっと複雑なんだ。スペイン、ドイツ、そして日本、アメリカの統治を経て今の独立があるんだよ。特に日本とは深いつながりがあって日本語の名残も生活の中に見られるんだ。政治体制は共和制で大統領がトップを務めているのだ。パラオといえばやっぱりエメラルドグリーンの海。世界中のダイバーが憧れる海の楽園なんだ。豊かなサンゴ礁やユニークな海洋生物がたくさん暮らしていてまさに海の宝石箱なのだ。文化もとっても豊かで伝統的なカヌー文化や独自の母系社会の習慣が残っているんだよ。そしてパラオは海の環境保護にすごく力を入れている国なんだ。世界で初めてサメの保護区を作ったり広大な海洋保護区を設けてこの美しい海を未来に残そうと頑張っているのだ。地球温暖化による海面上昇問題にも直面しているけど世界に先駆けて自然を守る努力を続けているんだ。小さな国だけど雄大な自然と温かい人々そして環境を守る強い意志を持ったとっても魅力的な国、それがパラオなのだ。一つ目のニュースなのだ。ビップス2026年度予算案で元大統領への終身手当を提案という記事なのだ。パラオのホイップス大統領さんが2026会計年度の予算案で元大統領さんへの給与支給期間を今の8年間から生涯にわたる終身に伸ばすことを提案したのだ。今のパラオの法律では元大統領さんは退任から8年間年間の給与の半分にあたる額を非課税で受け取れることになっているのだ。これは2週間に1度ずつ支払われるのだ。この給与の目的は元大統領さんが退任後も公人として多くの負担と費用を抱えることを認めるためなのだ。また元大統領さんがその地位にふさわしい民間での職を見つけるのが難しいことや在任中に次の仕事を探すことで利益相反の可能性が生じるのを防ぐためでもあるのだ。実は2022年にもクアルテイ議員さんとレメンゲサウ議員さんが給与期間を16年間に延ばそうとしたけどこれはうまくいかなかったのだ。その時の法案では元大統領さんは共和国の代表として退任後も公務への関わりがあるためキャリアの機会が制限されてしまうと主張されていたのだ。今のパラオにはレメンゲサオ元大統領さんとトリビオン元大統領さんの2人の存命する元大統領さんがいるのだ。お二人の給与は8年間の期間が過ぎてもう支給されていないのだ。ホイップス大統領さんが提案した2026会計年度の予算案にはこの元大統領さんへの給与として9万9000ドルが計上されているのだ。この提案が通るかどうか注目されているのだ。2つ目のニュースなのだ。パラオチームと2025年太平洋ミニゲームという記事なのだ。皆さんこんにちはなのだ。今回はパラオで開かれた2025年のパシフィックミニゲームズについてとっても素敵な記事をずんだもんが紹介するのだ。このゲームはただのスポーツイベントじゃなかったのだ。パラオの人々がどんなに粘り強く
寛大で故郷を愛しているかを示す生きた証だったのだ。チームパラオの選手たち、コーチ、そして全ての関係者の皆さん、本当にありがとうなのだ。みんなの努力と規律、強さは応援してくれた子供たちだけでなく、国全体の希望を背負うことの意味を教えてくれたのだ。金メダル、銀メダル、銅メダル、どんな結果でもみんなはパラオに誇りと目的、そして太平洋や世界で堂々と立てる証を与えてくれたのだ。この物語はメダルの話だけじゃなくて、もっと深い意味があるのだ。大会を可能にしてくれた指導者や組織委員会にも心から感謝するのだ。最初は1500人くらいの来場者を見込んでいたのに、なんと2000人もの人が来てくれたのだ。大変だったけど、みんなで力を合わせ乗り越えられたのだ。市長さんたちや選手にご飯を作ってくれた料理人さん、移動を助けてくれた運転手さん、安全を守ってくれた警察官さん、美しい文化を見せてくれたアーティストさんたち、そして売店の人たちまで、国全体が協力してくれたのだ。会場やトイレを清潔に保ってくれた人たち、目立たない場所で頑張ってくれたみんなにも感謝なのだ。みんなのおかげでゲストは快適に過ごせたのだ。パラオはこれまでで最高のホストだったと太平洋中の訪問者たちが言ってくれたのだ。これはパラオのおめんぐるおもてなしの精神とクレチベラウ親族のような歓迎の心が伝わった証拠なのだ。もちろん物資が足りなかったり完璧じゃない部分もあったのだ。でもパラオの人たちは心豊かに力強く対応したのだ。これがパラオのやり方なのだ。自分たちを厳しく評価することも大切で、それがパラオを正直で勇敢、そして常に向上する場所にする文化的な仕組みなのだ。だからこのミニゲームを支えた全ての人たち、選手からボランティア、そして道行く人に笑顔を向けたり、駐車場を譲ってくれたりした市民まで、みんなが真のチャンピオンなのだ。コム・クマールメサウル、パラオ語で本当にありがとうという意味なのだ。神様がみんなと家族を祝福してくれますように。この瞬間が誰が何に買ったかだけでなく、みんなが何を捧げ、どう協力し合ったかで記憶されますように。パラオとそのすべての人々に神のご加護がありますようになのだ。3つ目のニュースなのだ。パラオ2026年太平洋諸島フォーラム首脳会議開催準備へという記事なのだ。皆さんこんにちはなのだ。今回はパラオが2026年にとっても大事な会議を開くお話なのだ。パラオ共和国は2026年に第55回太平洋諸島フォーラム首脳会議 TIFLM を主催する準備を頑張っているのだ。これは2014年以来パラオで開かれる地域で一番大切な会議になるのだよ。ホイップス大統領はこの会議の準備を進めるため行政命令第495号を出して専門の組織委員会を作ったのだ。この PIFLM は太平洋地域の政治や政策を話し合うとても重要な場所なのだ。18の加盟国のリーダーたちだけでなく協力している国やいろいろな団体もたくさん集まるのだ。ホイップス大統領はこの会議をパラオが主催することで地域でのパラオの影響力がぐんと高まり、パラオの人々にとって将来にわたるたくさんの良いことが生まれると強調しているのだ。この会議を成功させることはパラオの評判やこれからのチャンスにとって本当にすごく大事なことなんだって。組織委員会は会議の場所の準備、セキュリティ、宿泊、交通、そして会議のテーマを決めたり、政府や国際的なパートナーから必要な資源を集めたりとたくさんのお仕事をするのだ。2026年のこの会議はまさにぴったりなタイミングなのだ。なぜなら太平洋の国々が青い太平洋大陸のための2050年戦略というみんなで目指す大きな目標のもとで政策を調整している時期だからなのだ。この戦略は気候変動や経済の課題、そして国際的な競争などたくさんの困難がある中で
強くみんなが協力し、持続可能な太平洋地域を築くことを目指しているのだ。ちなみに2025年にはソロモン諸島で開かれる第54回フォーラムの議題を決めるための大事な会議がたくさん予定されているのだよ。パラオが再び太平洋地域の外交のリーダーとして活動することは、地域みんなの協力とずっと発展していくことへの強い気持ちを示しているのだ。これからも注目なのだ。4つ目のニュースなのだ。パラオ司法試験委員会2026年7月より次世代 UBE の導入を決定という記事なのだ。パラオの司法試験委員会 TBAC は2026年7月から新しい次世代統一司法試験 NEXTGEN UBE を導入することを決めたのだ。これはグアムや北マリアナ諸島などアメリカの他の地域に続いてパラオも最新の試験を取り入れるということなのだ。全米では今後3年以内に合計44もの管轄区域がこの新しい試験に移行する予定らしいのだ。この NEXTGEN UBE は全米司法試験官会議 NCBE が開発しているとっても新しい試験なのだ。新しい弁護士さんが実際にどんなお仕事をするのかを反映するように設計されているのだよ。具体的には9つの法律分野と7つの弁護士としての基本的なスキルが問われるのだ。法律分野では民事訴訟法や契約法、憲法、刑法など重要な科目がずらりなのだ。スキルとしては法的調査や文章作成、問題発見、依頼者への助言、交渉などが含まれるのだ。さらに弁護士さんの倫理についても他のトピックと一緒に試されることになるのだよ。この新しい試験は実際の訴訟やビジネスでの法律業務に必要な知識とスキルのバランスを考えて作られているからとっても実践的なのだ。試験の科目やスキルは開業3年以内の弁護士さんにとって一番大事な知識とスキルは何かを何年もかけて全国的に分析して決められたのだ。試験の形式も少し変わるのだ。これまでの司法試験と同じように各地域で実施されて筆記部分はそれぞれの地域で採点されるのだ。嬉しいことに姉妹地域であるグアムの司法府がパラオの試験運営を手伝ってくれると申し出てくれたのだよ。試験時間はこれまでの2日間で12時間だったのが1日半で合計9時間になるのだ。1日目は6時間、2日目は3時間の試験があるのだ。TBAC はこれからもグアムの司法府と協力して法試験の運営をさらに良くしていく計画なのだ。もしみんなから何か質問や提案があったら TBAC にメールを送ってほしいのだ。5つ目のニュースなのだ。深太平洋にこそ COP をゴーが2026年気候変動会議を推進オーウェン氏という記事なのだ。オーストラリアが2026年の COP31 を太平洋諸国と一緒に開きたいというお話なのだ。オーストラリアの気候変動エネルギー大臣であるクリス・オーウェンさんは太平洋の国々を訪問しながら COP31 という世界の気候変動サミットを2026年に太平洋の国々と共催したいと強く願っているのだ。彼は太平洋で COP が開催されたことは一度もないのだ。これは他では実現できない特別なことなのだとその重要性を強調しているのだ。太平洋の国々もこの誘致活動にとても協力的でオーストラリアを応援してくれているのだ。しかし開催地候補にはトルコも名乗りを上げていてなかなか撤退してくれないのが問題なのだ。 COP の開催地は通常は関係国間の合意で決まるのだけどトルコが候補に残っているため合意形成が難しくなっているのだ。オーウェンさんはトルコを尊重しているけれどオーストラリアが圧倒的な支持を得ていると感じているのだ。トルコ側が納得するような解決策を話し合っているけれどまだ結論は出ていないのだ。オーウェンさんのこの旅は
COP31 の誘致活動だけが目的ではないのだ。実は太平洋の国々との間で再生可能エネルギーへの移行など具体的なエネルギー協力に関する合意も進めているのだ。例えばマーシャル諸島では APPET という協定に署名したし、パラオでも大きなエネルギーに関する発表をする予定なのだ。もし今年の11月に予定されている COP30 までに開催地が合意で決まらなかった場合、ドイツが規定の開催地になったり投票で決まったりする可能性もあるのだ。だけどオーウェンさんはそうなるのを避けたいと思っているのだ。オーストラリアで COP を開くことが太平洋の国々、そして世界にとって一番良いことだと信じているからなのだ。もしオーストラリアが COP31 の開催を勝ち取ることができたら、オーウェンさんは太平洋の国々にこのサミットの主役になってもらいたいと考えているのだ。まだ誘致が確定していないから具体的な役割は決められないけれど、太平洋の声を世界に届け、地球の気候変動対策を進める上でとても重要な機会にしたいと考えているのだ。太平洋の小さな島国は気候変動の影響を最も受けているから、彼らの声が世界に届くのは大切なことなのだ。オーストラリアも太平洋の国々もその実現に向けて頑張っているのだ。パラオは美しい自然と温かいおもてなしの心を持つとっても魅力的な国なのだ。今回国際会議の誘致やスポーツでの活躍、法制度の進化など様々なニュースがあったのだ。未来に向けて小さな国だけど大きく頑張るパラオにこれからもずんだもんが注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。